ナポリ3日目最終日です、はい、昨日はねナポリ市内ではなくてアマルフィとかあとはポジターノちょっと海に行ってたんですけど、はい、今日は、コペンハーゲンに夕方夜移動するので、移動日とナポリ最終日っていう感じになってます、はい、今朝10時ぐらいかな。そうだね。今日はちょっとのんびりしたね。ちょっとやることないみたいなのと2人とも風邪気味なのでやばいよね。ちょっと休憩してて朝食はホテルで食べれたのでちょっと最後街を散策してマラドーナの壁画を見たりとか、観光スポット。ランチをしてだいたい3時ぐらいかな空港に向かいたいと思います。電車でバスで空港まで。はじゃあちょっと歩いてみよう。い、はい、行きましょう。マラドーナ壁画。昨日なんかお祭りがあったみたいだね。すごかったもん。ポリッツィアがいっぱいいたね。イタリアのポリッツィアはもうかっこいいからね。みんなタバコ吸ってっから仕事中。絵になるよね。あと全員サングラスかけてる。日本じゃ考えられない。アルマーニのなんか CM みたいな。しかもちょっとイケメンだし。イケメンだよ。ポリスと写真撮ってる観光客ちょいちょい見るよね。見る。そのうちの一人が俺。ポリスとツーショット。しかもさ、ケンちゃんが撮った後にさ、同僚になんかこいつじゃないみたいなこと言われてたよね。言われてた。仲間がこいつと撮らない方がいいぞみたいな。なんかさ、ヨーロッパの水が香水だからさ、髪の毛がさすがにガサガサになってきた。あ、そう。一応日本から持ってきたシャンプーとリンス使ってるんだけどリカちゃん人形系になってきてる。でもなんかの水は飲みづらいね、めっちゃ。日本の水と違って。私そもそもお水好きじゃないのに香水もっとやる、トイレ止まんなくなるし。それは感じないけどあんまり。そう、見なくなんない。どうだろう。飲みづらいさはある。なんか水ってこんなに違うんだって思うよね。日本にいたら感じなかったけど。コントレックス飲んだことある？ない。ない。売ってるよね。ああいう感じだね。私は全部お茶にしてる。粉持ってきてるから。すごいね。雰囲気満点。車はバンバン通ります。すごいスピードで。ウィンクしてきましたよ、ドライバー今。僕にウィンクしてきましたよ。イタリア人ウィンクする。おっとニアサイドでだいぶ。わ、すごいね。この辺とかも全部壁画。結構坂っすね。ね、下から歩いてきてなんかすごいスペースがありそうなところに書いてあるから、こんな細道じゃないと思って今聞いてみたんだけど、女の子にもっと上みたいな感じで言われたので上がりきりましょう。でもすごいね、やっぱもうナポリグッズが、みんなマラドーナロードみたいになってる。マリトーツはいいよ。もういったな。今んとこタコのサラダが一番美味しかった。あ、来た、あの上だ。なるほど。ここもすごい。買っといた方がいい？ナポリグッズ、あれ着てたらみんな優しくしてくれるんじゃない？逆に。これだ。うわ、すごいね。そう。もうだってここマラドーナなんとかマラドーナスペースプライベートって書いてある。こっちはすごいね。
Ne znam, mislim, da, to su još ova od Jurića koja je šutila na bolju svijetu. こちら買いますケンちゃんのお友達にはい。結構いろんな種類があるそうそう。いろんな種類だけど全員マラドーナ。あとアルゼンチンっぽいのとかそうだね。なんかね珍しいハーフ&ハーフもあった確かに。でもちょっと顔があるバランス本当だね。ファイナルアンサーファイナルアンサーですね。20ユーロついに現金使う時が来たんじゃない確かに。じゃあお土産買います。はい、ということでマラドーナ通りを後にしまして、トレドっていう駅メトロの駅からピアッツァ・ガリバルディっていうところまで4駅乗ってはい。スフォラテラを買いたいと思います。はい。からのランチですよね。はい、からのその近くの場所でランチ。はい。じゃあ恐怖の電車行きましょう。電車はそうでもなくない？バスいやもうバスは乗りたくない。わかんないよ。油断してたら行かれるよ。行きまはい。恐怖の地下に。す。荷物 OK？ 戸締まり。閉まり。OK です。じゃあ入ってきますか。はい、チケット持ってます。ビザも行けんのかな？なんか。でも行ける割にはみんな買ってるよね。そうだねチケット今んとこ大丈夫ですね。恐怖は感じないですね。でも一応こんな感じでこのチャックがはい開かないように、カラビナつけてます。あとこうやってやっても開かないはい。でもう一個入り口あるんだけどこんな感じですぼめてこっち側にしてるからはい。ほぼ取れない。それはどこのバッグでしたっけ？これはワークマンワークマンのバッグ。旅行用バッグ。すごい駅ですね。なんか水族館みたいな。あ、これだガリバル。ガリバルディ。なんかエスカレーターがさ、プレ556必要なぐらいキュッキュッキュッうるさい。そんな音鳴る？油足りてないですね。足りてなさすぎでしょ。うるさいのよ。すごい奥深くまで潜ってるけど、これ大丈夫？京葉線よりさらに奥ぐらい下だよ。そうだよね。地下何階？はい、着きました。気をつけて。私たちのホテルがムニチピオで、今隣の奥の駅にいるね。うん。電車は綺麗なんだよね。ガリバルディ。ナポリはイタロもそうだったけど、押さないと出れない。多分そうだと思うね。今ガリバルディ駅に着いたので、後で空港に向かう用の切符を買いたいと思います。はい。空港に向かうのはアリバスっていう普通の路線バスじゃなくてシャトルバスで、それもチケットが必要なんですけど、これかな。今英語にしてユニコアリバスエアポートシャトルバスを2枚レジットで買えました。1人5ユーロ、20分30分ぐらいかな。空港まで。はい、
乗るところは3カ所くらいあって、私たちは一番近い港の駅から。そこまでじゃあ歩いてそうホテルでピックアップして荷物、なるほど。一応バスは結構30分に1本とかもっと高い頻度であるから、目安は3時ぐらいの出発、2時半から3時ぐらいの出発か。はい、じゃあスコラテッラのお店行こうか。はい、行きましょう。まさかまさかなんてぐらい。これだ。ま列さかだ。並んでる。うわ、やばいじゃん、大行列じゃん。はい、ってことでお店に着きました。駅から歩いて3分ぐらい。そうだね、すごいね。やばいね。そんな人気店なんだね。まだあるといいね。何頼みます？スフォラテッラでしょ。いつ食べるの？今？今食べたらご飯食べれないから。食後？うそうだね。一旦買おうか。ん。持ち帰り。おやつ的な。はい。なんか周りにいた人に聞いたら、最初にこのチケットをお店の左の入り口のところにはい置いてあるマシーンでちぎって取って呼ばれたら頼めるらしい。で教えてもらいました。じゃあ一旦チケットを取って待機ってことですか？そうだからラインがぐちゃぐちゃだったんです。危なかったっすね。わかるかな番号 D50？チンチン50。絶対英語で言ってくれないでしょ。なんだっけ、チンク50チンク。そうなの？イタリア語大学の時やってたんだけどね、忘れちゃった。じゃあ調べましょう。50。調べて。クリスピー。いや、ゲットしました。はい。スフォラテッラとなんかババって言ってたよね。それ気になるなんかキノコっすね。まだあったかいよ、スフォラテッラ。それあったかいのが魅力って言ってたね。これはキノコ菓子とスフォラテッラ。みんなほとんどこれ買ってたね。うん、みんなほぼこれ。大きい大小あった？なかったかも。ないよね。けどなんか種類は聞かれたね。あ、クリスピーか普通のかって言ってなかった。だから普通の丸いやつもあってね。あれでも全然貝じゃなかったよ。うん。隣にクッキー生地みたいな。そうだよ。うん。あれもスフォラテッラ。そうだと思う。じゃあいただきます。は見て。い。粉だらけですね。気にしないでいきましょう。おお。美味しい。全然違う。初日に食べたの。そう、初日のめっちゃ硬かったんだよね。痛いぐらい。うん。で今日ホテルで朝ごはんに出てきて、それはすごい美味しかった。シナモンとリコッタチーズがはっきりしてるこれ。あとちょっとオレンジっぽい感じ。これなら美味しいって思う。あったかいうち。これはうまいわ。美味しい？うん。全然違う。ね、全然違うね。別物だね。すごいサクサクで。シナモンの味とね、チーズが美味しい。おいしい。これは何なんだろう。よく売ってるから気になって買ってみたんだけど。そう。こうやって食べるものなのかな。いいよ。これを食べないで帰れなかったね。なんだ？揚げパン？なんだろう。ちょっとお酒みたいな甘い味？お酒じゃないか。なんだろう。ちょっと調べて。でもこれ定番のどこにでも置いてあるよね。これだ。イタリアのババ。冷たく冷やしたラム酒風味のシロップにスポンジの生地を染み込ませるお菓子。丸いキノコのような形が可愛いお菓子。やっぱお酒だ。結構臭い。マジ？値段はこれもスフォラテッラも2ユーロでした。ラム好きな人は好きかな。ラムレーズン。
いやちょっと違う。それよりももっとラム強め。なる。そのラムじゃないっていうかなんかちょっと多分すごいお酒。やっぱお酒だよね。酔いそなんかちょっとプラスチックみたいな風味したからさ、なんだう。ろなかうんと思ったけど高野豆腐みたいな、んじゅわっと感。めっちゃ旬でる。これはね、日本人に合わないんじゃないかな。お酒好きな人いけんじゃないラム。そうか。買わなくて大丈夫です。経験談。これいろんなところにあるよね。そう、そこら中に売ってんの。だからやっぱナポリの名物だね。そう、気になって買ってみたけど、やっぱりスフォラテッラっすね。どうぞ。はい。一番美味しいとこってケンちゃんがくれましたいケツです。ただきます。ケツやばいか。うね。ん、密集してる。ケツのザクザク感やばいでしょ。カリカリ感。私これ中身なしでケン俺も食べたい。もうちょっと中身少ない方がいい。多いよね。多い、中身多い。もうちょっとさ、軽く塗ってくれるぐらいで、生地だけ楽しみたいよね。バターみたいにね、さらっと塗ってほしい、うん、なんかドスンって入ってるから味は美味しいんだけど。美味しい。じゃあランチ行きますか。ということでランチのお店に着きました。ちょっとまだ早いんだけど、お店やってる？でもやってるよね。お店やってる。ランチを食べます。はい。ここは海鮮が美味しいらしいよ。はい。メニューはこんな感じかな。そう、タコスサラダです。はい、それではタコサラダが来ましたので食べたいと思います。でもしてきちゃう？まずはそのまま。あ、あったかい。高いんだ。本当だ。美味しい。うまいね。よかった。私はシンプルな前回のタコだけがいいけど。結構ナポリのお店は口コミが両極端のところが多くて、なんか買収されてんじゃないかってぐらいいいコメントもあれば、めっちゃもう絶対行きたくないですみたいな悪いコメントもあって、選ぶのがすごい難しいよね。口コミが多いからといって美味しいとも限らない。だから美味しいご飯にありつくのが結構難しい。オリーブしょっぱ。激しょっぱい。嘘。食べれるのこれ？種ある。種ある。お店は誰もまだいません。貸し切りな。ポモドーロ来ました。いただきます。チーズの香りがすごいする。さあ、シンプル is the best なのか。シンプルなのに麺は日本で食べるような乾麺。トマトの味が美味しい。やっぱイタリアってトマトが美味しいから美味しくなるのかな。オリーブオイルなのかな。うまいね。美味しい。しょっぱくもない。かなりシンプルなのにトマトの味が引き立ってて美味しい。パスタうまい。これでいくらだっけ？ 6？ 6ユーロ。また怒ってます。トイレ使ってもいいってはいって言ったらそんなミーやレストランにトイレないわけないでしょうが。二度と来ない。金払うんですよ。お無線飲食しようとしてるポリッツィアに無線あります。横ポリッツィアすぐそこ、横車止まってます。無線飲食しようとしてる。あれ怒ってんな。絶対トイレあるのに貸してくれないから怒ってます。怒ってます。最初入るとき結構対応良かったんですけどね。メニュー
座席座ってからもうめちゃくちゃ態度悪いっす。なんか悪いことしたのかな。まあトイレがないっていうのはねありえないからね。なんで貸してくれないんですかね。あれ両替しに行ったのかな。じじいだけ出てきて、両替して帰ってきました。日本人代表として来てるので払いました。あ、え、日本人代表なんで何がす払いました。お金ですか。いや当たり前です。食べたんで。払いました。すげえ不満爆発してんの。今日移動日なんですけどまずいぞこれ。機嫌が非常に悪い。おすごい。海行くぞ海。おい海気晴らしに。俺スフラテッラ持って凝ってんなだいぶ。はい、散歩してたらでっかい客船止まってる港来たんで、将来はこういうの乗れるといいですね。いくらするんだろう。船旅どうですか。老後？いやいや若いうちに。若いうちになんか老後さ船旅楽じゃない？まあ移動してくれて、とんでもないでかいよね。今みたいな旅行結構さ若くないとテンポいいから疲れるじゃん。そうだね。もう若くないけどね。あなたはうあなたもうん。 6いや本当にもう60ですからこれっすよ。バイキングっていうのかな。ベキングじゃないですか。キングでかいよこれ。デンマークの旗が立ってる。なんか知ってる人いそうじゃない。ノルウェーだっけデンマークだっけどっちだっあ確かにちょっとその辺あれだね。うんどっちか分かんないね。けデンマーク白いな中が。違うか。ノルウェーだ。ノルウェーか。ベキングバイキングじゃないの。食べ放題ってこと。違うそっちじゃない。これ海賊知ってる方いたらどこどこ旅すそるんだろううどこ旅なのか教えてください。あっちも見ると本当に3つ4つすげえ止まってんすよ船でっけえの。なんミッキーついてる。ミッキー船見に行くかじゃあ。あれなんだろうね山の上。後ろかな。左の方もすごい綺麗じゃん。ググってみようかあの城。やっぱりローマとは違うけどうん南の町って感じがするね。うん。ミッキー船止まってるよ。あれなんかさ日本でも就航するみたいなのニュースになってたよね。だよね。2026年か7年か30年か忘れたけど。あれさランプみたいなのくっついてる。くっついてる頭に。ちょっと見たい。すげえよ。か超で伝わってんのかな大きさ。超でかいよ。港未来に止まってたの 1.5 倍ぐらい。確かに。しかもなんかこれが浮いてるっておかしくない？どうしたらこんな安定感あんのっていう。マジで船怖いんだよね私。やばすぎ。ダンボくっついてる。超でけえ。この上上がれないのかな。1ミリも揺れてない。本当だね。安定感抜群。抜群だね。すごいディズニーの上で飯食ってる人いる。ミッキー下。公園来ました。本日も晴天なり。
この辺で休憩しますか。ここはい、あそこの木の下に怪しい人が立ってます。おそらくここで寝そべって寝たら撮るのか、なんか不審な動きしてるんで皆さん気をつけてください。公園で多分みんな観光客寝てるんで、それを狙ってるかキョロキョロしてるんですね。はい、人間の方を見てます。30分ぐらいずっと。はい、しかも私たちが立ち上がったらめっちゃ見てた。地面の方こうやって見てあ、本当。じゃあ忘れ物とか狙ってるのか、それとも寝てる人を狙ってるのか。分かんないけど、何かしらちょっと見てる感はある。そうだね、怪しいね。携帯取って逃げるとかじゃなさそうだけど。確かにずっと立ってんだよね。ずっとだって、しかもあっちの海の方見ないで人の方見てる。そうだね。日陰はさ、一日中外に出るぐらい気持ちいいね。うん、日向は暑い。じゃあホテル帰ろうか。ホテルに荷物取り行って空港向かいましょコペンハーゲンに行きまう。す。はい、ライアンエア。私の搭乗歴だと100発100中遅延するライアンエアでも激安。激安だね。また乗り方とか空港までの道のりは紹介します。はい、じゃあ荷物取り行きましょう。ナポリ終了。はい、楽しかった。Take the bus. Thank you. バス乗ります。マシーン、OK。Thank you. マシーンでやってということでやってみます。いいのかな。もう出発1本前だったのかな。遅れてたのかもね。3時15分発に乗ろうと思ってたら10分前ぐらいに着いてたんですけど、バスが来てもう乗れちゃいました。乗り場はさっきの港のところです。でチケットは事前に地下鉄で買ったこちらのチケット、1人5ユーロです。30分ぐらい。普通のバスなので荷物は自分で持っとく感じです。バス30分ぐらい乗って着きました。なんかね、バスはクレジットカードでも乗れたみたい。途中で乗ってきた人がね、ピッてやってた。で、ガリバルディ駅からはもう人がすごい乗ってきて満席だったので注意が必要かもしれないです。立ってる人いっぱいいた。すごい混んでる。小さいね。うん、小さい。空港か。我々の飛行機はまだ書いてないかしら。書いてあるか。6時55コペン1327。あれだ、下から2番目。おっちゃんが人混みの中を縫って掃除してる。じゃあ荷物の整理しよう。そうだね、端っこ行こう。はい、ということでライアンのチェックインカウンターに着きました。なんか事前にオンラインチェックインしてないとお金取られる情報があったので気をつけた方がいいかもね、こういう LCC が。で、アプリもすっごい使いづらくて、オンラインチェックインとかその事前登録、顔登録があるんだけど時間かかるので前もってやっておいた方が安心だと思います。はい、オンラインチェックインしてたので荷物預けるだけなんですけど、荷物がなぜか測ったら30キロになってて行く時24だったのに。でも別に何もそんな重いもん買ってないし、むしろお水を日本から4本持ってきたのね、500ミリ。だからそれ全部飲み終わってるから減ってると思ったらなぜだか増えてて、
でもなんかここの測り乗せるとこによって全然重さ違うんだよね。壊れてる。だからまあちょっとの誤差はあるのかもしれないけど、とりあえず私たちは自分たちのこの持っていって 40×20×25 の小さいバッグに詰め込みました。はい。で無事合格です。チケットを買うときに事前にバッグの種類を選べるんだけど、一番安いやつだと機内持ち込みだけで、それは 40×20×25 を1人1つまでだけど重さは決まってない。香港エクスプレスと一緒。そう、私たちはキャリーがあるから20キロのキャリーを1個だけ買ったのなんだけど、23とか25とか確かあったから、もうちょっと上買っとけばよかったんだけど、ケチって20キロを買いました。そういう感じです。差はどれぐらいだったの？いくらだったかな。そんな変わんない？ちょっと載せときます、見れたら。はい。で、お値段の方が運賃が 161.98 ユーロ2人で、チェックインバッグ、さっきの20キロの重さのバッグが 28.99 ユーロ、カード支払いの料金が 3.82 で、合計 194.79 ユーロでした。はい。安いよね。安いね。飛行時間は2時間45分の予定で、今回旅する中では長距離路線になるかな。じゃあちょっとラウンジ行ってゆっくりしようか。はい、行きましょう。小さいね、空港が。めっちゃちっちゃい。地方の空港みたいなう感じだね。ん、そうだね。多分あっちだと思うけど。はい。行ってみよう。それでは C17 の向かいにあるラウンジに入りたいと思います。はい。結構ね、免税店抜けて歩いたね。プライオリティパスで使えるラウンジです。無事入れるでしょうか。はい。ドリンクはコロナとワインと、下にオレンジジュース、ブラッドオレンジ、パイナップルジュース、その下なんだろう、ビールだね。ビールがあります。これはコーヒーの機械ですね。ちょっとしたカップケーキとティー。これなんだ、ブラックティー、グリーンティー、カモミールティー。こっちにもコーヒーマシンがあります。で、今いたのが地下というか、1個階段下がったところで、上の階もお見せします。こっちはコーヒー同じ。どこにあるんだろう。ここか。こっちの方が種類多いね。シュエップスのオレンジとレモンとコーラ。こっちはミルクとかバター、ヨーグルト。あとは一緒かな。コーラが多いくらいか。よくわかんないの。なんだろう。あとはクレーンブレッド、ドーナツ、フラテッラでしょ。フラテッラとカップケーキとドーナツ。ドーナツ食べたい。クロワッサン、さっきあったカップケーキ、ブラックライスサラダ、ポテトクリームとソーセージウィズベジタブル。次、パスタペスト。
ちょっと取ります。どうなんでしょうね。この右側が入り口なので、入ってすぐは結構人が多いですね。けどこっちに曲がって下に降りると人が少なくて静かなゾーンが広がってます。角度が悪くてすいません、撮ってきました。いただきます。美味しい、普通にパスタ。それなんか虫みたいでちょっと貸して。チーズ系の味。これもオニオンとかアンティチョークとか、アンティチョークは酸っぱい。美味しい。なんか酢漬けみたいな感じ。オニオンとかアンティチョーク。ポテトまずくない？3日前のやつみたい。外めっちゃ混んでるから、静かなところに座れるのはありがたい。涼しいし。無事遅れずに運行しそうです。よかった。ラウンジでゆっくりしてたらあっという間でした。それでは乗り込みます。今回は2人とも離れた席になってしまいましたが、課金しなかったので座席して、まあ2時間45分なのでまた後でお会いしましょう。座席が後ろの方の人は後ろのドアから乗るようになってます。チケットに書いてあります。前からか後ろから。私たちは前からです。乗ります。33だ。前。Directly from the airport to your seat, and your request will be. 座りました。In caso di emergenza, verificate l'uscita più vicina. Le uscite sono localizzate sulle entrambi i lati dell'aeromobile, nella parte anteriore, centrale e posteriore della cabina. Tutte le uscite sono anche raffigurate sull'apposito foglio illustrativo. L'uscita di emergenza più vicina potrebbe essere sicurezza. Inserite la parte metallica della fibia e tirate l'estremità per regolarla. Per slacciarla, i punti di salvataggio sono situati in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra la vostra testa. In caso di necessità, estraete il vostro giubbotto e indossatelo dall'alto. Seats for landing, thank you.はい、ということで空港を着きまして、無事定時で、多分10分ぐらいは遅れたけど一悶着あって、着きました。で荷物も無事来ました。最終バスが10時15分であと5分なのでちょっと急いで向かっちゃってます。なんかでも地図だとここじゃないんだよな。右にあるよいっぱい。何それバスじゃない？うん。
バスの乗り場が分からず間に合わなそうなので電車にします。はい、ということで空港の、電車って書いてあるところにプラットフォームが1と2で分かれてて、もうそこの階段を降りると直接ホームに降りちゃう感じだったので、降りてすぐのところにいたおじさん2人にこれどこでチケット買うのって聞いたら、チケットの売り場上だから早く行って買わなきゃいけないって言われて、普通になんか入れちゃうんだよね。入れちゃうんだよ。ホームまで普通に無賃で来れちゃうで、あと5分だから早く早く早くみたいな言われて、ガンダで上上がって一番近くにあったマシーンで買おうとしたら、大人のスイカとか子供のスイカとかを買うマシーンだったのね。選べる額が100クローネからで、多分デンマーク100クローネだと4000円ぐらいかな。デンマーク100は2194。2100、あ、それでデポジットが80かかるっぽくて、でも結局4000円ぐらい1人かかってるんだけど、おそらく返金できると思う。どこの国も返金できるから。けどもそれどころじゃなくて、これを逃したらもう終電がなかったので買いました。後で調べます。デンマークの電車は改札がないオープンシステムです。駅のホームに自由に出入りでき、切符は回収されません。乗車時に専用のアプリまたカードでチェックイン、チェックアウトする端末で記録し、降車時は何もしません。だからチェックインとチェックアウトは自分でするから自由に出入りはできちゃう。じゃあ、無賃乗車もできなくはないってことか。そうだけど、記録を忘れた場合無賃乗車とみなされる可能性があります。なるほど。今、チェックインは機械でやったので、降りた駅でホームでチェックアウトっていうのにピッてやる感じかな。改札ないの不思議だね。本当だよ。だって全然ズルセコできちゃうじゃんね。それぐらいみんなあれなんじゃない？偉いのか。紳士なんじゃない？みんなあっち行くから来ないのかな。イタリアとは大違いじゃない？マジ飛行機が全然さ離陸しなかったの。イタリア人が全然言うこと聞かなくて大変でした。電車来たけどもうやばいっす。端っこまで来なかったからみんなが乗ります。ちょっと荷物あるんで。はい、閉まりました。これが終電ですね。終電？女神が助けてくれました。さっきの電車、エクスプレスみたいな、うん、空港線みたいな、一駅乗って降りて、でメトロに乗り換えなんだけど、乗り換え場所が分かんないから、そのさっきの電車をエレベーターで降りるときに一緒にエレベーター乗ってた人にM4 っていうメトロに乗りたいんだけど、このエレベーターでそこまで行くって聞いたら、なんかちょっと見てみるって言われて見てくれて、行くよみたいな。で私も同じ方向に行くから一緒に来てって言ってくれて、でメトロのホームまで一緒に話しながら来たんだけど、M3 と M4 っていうメトロが同じホームに着く京急みたいな、だからどっちに行くかも分かんないし路線も違うみたいな。その助けてくれた人は M3 を使いたかったんだけど、なんか電車のホーム線路が壊れてるのか、その乗りたい電車が行きたい方向にその人は行かないらしくて、で私たちの方向も行かないかもってなって、でまた違う人が聞いてくれて、そしたら私たちの電車はラッキーだから人は行きたい方向に行けるんだけど、その人のやつは行きたい方向に行けないから、行くとしたら山手線一周みたいな、山手線一周しないとたどり着けないみたいになって、結局その人は一緒に乗らなかったんだけど、山手線みたいなってこと？そう。でも私たちのはこれだよって教えてくれて、一駅乗れば着くみたいなので安心です。はい。英語ペラペラな人がいっぱいで助かる。優しかったね。めっちゃ優しい。その聞いてくれたお兄さんも優しかったね。しかも何回も確認し
してくれてたからね、おばさん。あ、そう、本当か。本当にここ行くんだよね。3回くらい聞いてたよ。そしたらしたら、行くよ。無人電車じゃん。乗り換えるときは、さっきのカードをチェックインする必要はなくて、あくまでも最初と最後だけチェックインとチェックアウトすればいいらしい。じゃあ最後にタッチってことですね。そうそうそう。これは難易度高いね。乗り換えは絶対分かんなかったね。わかんない。なんかあれみたい。ディズニーランドみたい。アトラクションがある。よし、着いた。じゃあ降りますという。ことで、エスカレーター1個上がったらチェックアウトの機会があったので、ここでやっちゃいたいと思います。はなぜかみんなスルーしていくんだけどい。あれローマと一緒かこれ。ね。まあまあまあやってみよう。 23.80 引かれた。結構高くない？上同じ。はい。よし、これで第一関門は突破ですね。じゃあホテル。行きましょう。なんか市民の人はまた違うカードがあったりするのかな。いやアプリでやるとか。アプリはあるって言ってた。アプリでこっちでやるのかな。アプリに提示でもいいかいいって書いてあったような気がする。確かちょっと後で見てみろ。全然調べてなかったからさ、コペンハーゲンの交通事情。バスで行くつもりだったもんね。そう、バスで行くつもりだったから焦り散らかしたわ。あ、これがその人が乗ろうとしてた山手線だ。う一方向にしか今日は行かないってなっちゃって、ん。なるほど。その人はすげえチカチカしてるわ。あ、そう。写真載せときます。はい。じゃあ、私たちが買ったカードの買い方お見せします。まずスタートをします。で、英語があるから英語をして、あ、これダメだな。カード持ってる人用知った。なるほど。そういう機会もあるんだね。私たちのやつそれ違うはこれは普通にチケット買う。ダメでした。私たちが使った券売機だと、あそこにカード持ってます持ってませんっていうのがあって、持ってませんを選んだら、カードを変えたの。もしまたあったらお見せしますね。はい。雨がパラパラ降ってますが、ホテルに着きましたのでチェックインしたいと思います。今3階まで上がってきて、私たちのお部屋がこちらです。ではまずお部屋に入ると、なんか綺麗だね、川沿いで。アイランドですか。左手にこちらドアがありまして、開けるとお手洗いとシャワールーム、そしてこちら側に洗面所があります。すごい綺麗でいいね。広めだし。アメニティはヘアボディウォッシュ混合のやつとコンディショナーがあります。シャワーヘッドは動くタイプ。ついにありがたい。ドライヤーありますね。ベッドはもともとツインの予定だったんですけど、ダブルベッドにしてあげるよって言ってくれました。多分ね、ツイン安かったからツインにしたんだよね。ここにはミニバーがあって、プライスリストもしっかりあります。やっぱりあれだね、デンマークは高そうな匂いがプンプンしてますね。ここにアールグレイと、これは何だろう、グリーンティーかな、お菓子とかもありますね。お水は入ってるかな。冷蔵庫はありそうでよかった。お水は無料でしょうか。お水は30クローネでした。無料じゃありません。でも冷蔵庫は冷えてます。隣には棚と金庫、アイロン台、アイロンあるね。30クローンですか。はい。
ハンガーと予備の枕とかもありますね。お水飲めないでいいですか？はい、お願いします。 600円です。高っ。やばい、それは飲めない。オーマイガッド。そしてこちらにはテーブルと椅子、あと上にテレビがあります。ベッドの横にコンセントがあって、ヨーロッパのタイプと USB-A ですね。両サイドにあります。クリーニングが予約が必要らしくて、前日の夜10時までにもしクリーニングしてほしい場合はクリーニングしてってカウンターに言いに行かなきゃいけないみたい。それか電話するかじゃないとクリーニングは基本的に入らないそうです。で、私たちはタオルだけ変えてほしいってさっき言ったら、じゃあ明日の分はもうそれでやりますって言ってたので、明日はタオル交換をもう頼めてます。ベッド横にはチェアとちっちゃいテーブル。いいね。ここ3泊だから綺麗なところでよかった。はい、では恒例のお値段タイム。お値段をお聞かせください。我々予約した時には、はい。スーペリアダブルまたはツインルームって書いてあるんで、あ、そうなんだ。はいどっちかになるんだどっちかですね。選んで。さっきおじさんにツインルームになってるんだけど本当にそれでいいのみたいなことに聞かれて、またはツインルームなんで。ダブルがいいけどダブルにできたらその方がいいって言ったら、じゃあ変えとくねって言って変えてくれました。プランの特典、はい。無料 Wi-Fi、朝食付き、エクスプレスチェックインっていうのがついてました。なんだろうそれ、普通のチェックインだったけど。お値段はい。3泊89,907円です。約9万円なので1泊3万円ですね。お高め。過去一番高いじゃない。1泊3万。いやでもデンマーク高かったんだよね、どこも。伴奏でいい。で伴奏と比べちゃダメ。日本安いもんホテル。キャッシュバック特典が4400円ついてるんですけど、これってこれから引かれるんですか？そうだね。そしたらもうちょっと安いかな。まあでも3万弱ぐらいか。そうですね。で、ホテルの入り口にレンタル自転車が書いてあるんですけどお値段3000円。あれって1日でってこと？いやーちょっと分かんない。数時間だよねきっと。高いよ。まあでもコペンハーゲンは街がちっちゃいので、私たち歩くの好きだし、だいたい歩きでほど足りるかなっていう感じではあります。バスとか電車もたくさん通ってるし、公共交通機関で移動もできるから、それで移動したい時は今日買ったカードを使って移動できるかなっていうイメージですね。じゃあ今日は農館だから明日明後日でしあさってにまた移動っていう感じかな。3泊だから。そうだね。丸2日あって最終日が移動。半日みたいな感じ。そんな感じです。で最終日の移動は飛行機でコペンハーゲン、ベルリン、イージージェット、夜ですね。そう、めっちゃ夜。21時15分発の22時10分着の1時間ぐらいで着く予定。そう、電車でも行ける距離なんだけど、ちょっと遠い。電車だと5、6時間かかったかな。で、その後ベルリンからフランクフルトに行くんですけど、そこは電車で行きたいと思ってるので、最後のヨーロッパ内の飛行機になります。ではコペンハーゲン3日間かな、楽しみたいと思います。はい。ではこの動画が面白かった、参考になったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で。バイバーイ。